どうもビースパイスインクです。今回はバターチキンカレーです。クリームやバターのまったりとしたコクとスパイシーな風味と蜂蜜の甘さのコントラストが効いたカレーです。最近はレトルト商品としてもよく見かけるので食べたことがある方も多いのではないでしょうか。カレー人気の高まりのおかげでスーパーでも有名店のカレーや専門店で食べるマイナーなカレーなどかなりの種類のレトルトカレーが陳列されていてテンションが上がります。全部食べてみたいと思いつつも財布と胃袋が追いつかず着実に1個ずつクリアしていってるところです。では調理ですが、まずは鶏肉を調味料やスパイスで漬け込みます。漬け込むことでスパイスの風味がしっかりと移るだけでなく、塩や糖分、ヨーグルトで漬け込んでおくと水力が高まってお肉が柔らかくなるのでおすすめです。全体を混ぜ合わせられたら一晩最低1時間置いておきます。漬け込みが終わる時間を見計らって下準備を終わらせておいたら加熱調理に入ります。まずはホールスパイスのテンパリングから。今回使うホールスパイスはフェヌグリークとシナモンとベイリーフとクミンです。フェヌグリークは最初はほろ苦い香りですが、しっかりと加熱してあげるとメープルシロップのような甘い香りが立ってくるのでしっかりと加熱してあげます。真っ黒く焦げてるぐらいまで加熱する場合もありますが、私は香りが出たらそのタイミングで次の工程に移ります。フェヌグリークの香りが出た時点で火が入りやすいベイリーフとクミンを加えます。すぐに香りが出てくるので、そしたらみじん切りにしておいた玉ねぎを加えます。玉ねぎは今回赤いのを使ってますが、普通の白いやつで大丈夫です。全体を混ぜて玉ねぎに油を回したら、しばらく触らずにちょっとずつ焼き色をつける要領で玉ねぎを飴色にしていきます。玉ねぎが飴色になったらトマト缶を加えます。トマトは酸味をしっかり飛ばしたいので水分がなくなってペースト状態になるまで加熱します。ペーストの状態にまですることで水分がなくなって滲んでくる油によって高温でトマトが加熱されます。そうすると酸味成分が変質して酸味が弱まります。しっかりと加熱できたら漬け込んでおいた鶏肉を加えます。全体を混ぜて3分ほど炒めたら水を加えます。水を加えたら沸くまでは強火にしておいて、沸いてきたら弱火で10分煮込みます。煮込み終わったら生クリーム、バターを加えます。カシューナッツを細かく砕いて入れたりしても美味しいです。全体がよく混ざったら完成です。味見をして塩砂糖で調味します。北インドらしいこってりとしたカレーが完成しました。では盛り付けていきます。本格的だったりすると滑らかさを演出するためにお肉を別で焼いてソースだけブレンダーで攪拌してざるでこしたりします。仕上げに生クリームとハーブ、砕いたカシューナッツとブラックペッパーを振りかけたら完成です。いただきます。まったりとしたクリームやバターのコクと風味に
パンチの効いたスパイシーさが相性バッチリです。今回はご飯で食べてますが、何でも食べたかった。普通に食パンとかで食べても美味しそうです。ぜひ作って食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。